今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日のテーマはこちら。外国人が言うとかわいい日本語トップ20。実は日本人が外国人の日本語を聞いてちょっとかわいいと思う瞬間があります。もちろん日本語が上手かどうかとは関係がありません。発音だったりとかリアクションだったりとかその言い方がねとっても可愛く聞こえることがあるんです。今日は日本人が思わず笑顔になってしまう外国人が言うとかわいい日本語トップ20を紹介します。それでは行きましょう。第20位。日本人のね、リアクションの定番ですね。例えば、本当？これを外国人の人が言うとね、リアクションがとっても大きくて、日本人としてはちょっと可愛いなーって思うかなって思います。はい。そして第19位は、なんで？です。なんではとてもシンプルな日本語ですが、外国人の方が言うとね、ちょっとね、子供っぽくて可愛く聞こえることがあります。例えば、なんではい。ちょっとね、特にやっぱり海外の人が疑問に持つ点っていうのは、日本人にとってね、当たり前のことが多いんだよね。例えば、なんで日本の電車の中は静かにするのとかわかんないけどね。それって、日本に生まれ育った私たちからすると、もう当たり前のことだから、ちょっと理由とかわかんないんだけど、それってなんか子供がお母さんに聞くような質問というか、それはもうルールだからしょうがないのっていうね、思うところはあるんだけど、海外の人がそれを聞くと、ちょっと可愛いなって思ったりしますね。はい。そして第18位は、本当？です。日本人はよく、本当？とか、本当に？っていうふうに言います。これを海外の方が言うとね、すごく自然な日本語に聞こえて、日本人はちょっと嬉しくなるかなって思います。例えば、最近コンビニで新しいイチゴのスイーツが販売されたの知ってる？めっちゃ美味しかったんだけど、って言ったら、本当？というふうに、言う感じですね。本当？って言うと、すごいね、可愛い響きかなって思うので、相手から何か言われた時に、本当？っていう風に言うとちょっと可愛いかなって思います。はい。そして第17位は、すごいです。これはね、多分外国人の人が一番、日本語を勉強してる外国人の方がよく使う日本語かもしれません。ただ、日本人もすごいをたくさん使います。なので外国人の方がすごーいと言うと、日本人はね、この人なんかちょっと自然だなーって思うし、日本人っぽいなーってすごい思うので、すごいね、可愛いなって思われるかなって思います。例えばね、相手が何か言った時に、例えば、このね、お寺はだいたい800年ぐらい前に作られたんですよ、みたいな話を、例えばツアーガイドさんがしてくれた時に、すごいって言ったら、向こうの人はね、ちょっと嬉しくなりますね。はい。そう、なんか、海外というか、英語でさ、cool とか、amazing っていうね、フレーズがあるとするんだけど、それを言われるよりかは、すごいとか、本当にって言われる方が、なんかちょっと可愛いし、距離感が近くなるような気がします。なので、このすごいは、すごいだけなので、覚えておくとすごくね便利かなって思います。例えば、ビールを飲んだ
大きいビールを頼んだ時に大きいビールが来たら、すごいもうそれだけで大丈夫。このね、すごいだけは今日覚えて帰りましょう。そして第16位。おーです。これは言葉というよりリアクションですね。例えば景色を見たときに、おーと、外国人の方が言うと、とてもね、素直なリアクションで可愛いかなって思います。ちょっと日本らしいね、リアクションの仕方ですよね。はい。次、第15位は、マジ少しカジュアルな日本語ですが、例えば、マジとか、マジでそんな風に外国人の方がこれを言うと、日本人っぽくて面白いですね。はい。ちょっとね、マジはカジュアルになるので、本当はちょっと丁寧というかね、ニュートラルで、マジはちょっと若い人が使うような単語かなって思うので、ちょっとね、皆さん TPO を考えながら使った方がいいかもしれませんね。はい。そして第14位は、美味しいです。日本に来た外国人の方が必ず言う言葉ですね。何かを食べた後に、美味しいって言ったら、例えばお店の人はすごく嬉しくなると思います。そう、皆さんがその単語しか知らなかったとしても、このラーメン美味しいとか、ラーメンは美味しいとか、その美味しいって言ってあげるだけで、すごくね、お店の人は幸せな気持ちになると思います。なので、この言葉もね、ぜひ覚えておきたいですね。はい。第13位。これは、やばいです。もしかしたら、日本語学習者の皆さんは、ちょっとね、混乱してるかもしれないんだけど、やばいは、すごくいいと、すごく悪いの両方の意味で使えるんですね。外国人の方がなので、驚いた時とかにね、どっちの意味でも、やばいって言うと、日本人はちょっとクスって笑って、ちょっとね、嬉しくなるかなって思います。そして、第12位は、かわいいです。日本ではすごくよく使う言葉ですね。例えば、猫を見たときに、わ、かわいいとか、かわいいケーキを見たときに、かわいいって言ったりとか、あとは桜は美しいか。あとは、ゆりちゃんを見たときにかわいいとかね。あとお菓子を見てかわいいとか。とにかく海外の人が言うと、すごく優しい感じがして、かわいいですね。はい。で、このかわいいっていう言葉に関しては、いつかまたね、動画にしたいなって思ってるんだけど、すごくね、昔からある言葉になっています。そう。それこそ平安時代って呼ばれる、もう今から900年とかね、1000年ぐらい前の、日本人が可愛いではないんだけど、それに似た言葉をずっと使っていました。それだけ日本文化の中で可愛いっていうことがすごく重要なんですね。そう、可愛いっていうのは、やっぱり愛おしいとかね、そういう気持ちを表した言葉なのね。多分、アメリカの人が連想する可愛いって、なんていうのかな、原宿系のファッションというか、いかにも可愛い、キュートって感じだけど、日本人のね、イメージする可愛いっていうのは何かっていうと、やっぱり愛おしいものに対する言葉なのかなっていうのがありますね。なので、例えば、そもそもなんだけど、この動画のタイトルを見て、いや、俺は男だから可愛いと思われたくないって思ってるかもしれないんだけど、可愛いイコール愛おしさの、表現だから、愛くるしいものみたいな感じかな。そう。人から愛されるための、日本語っていう感じでもあるかなって思うので、そう。可愛いイコールキュートではないと私は思っています。はい。はい。ちょっとね、これについてはいつか改めてテーマにしたいんだけど、とにかくやっぱり日本ではすごく可愛いっていうね、そういう言葉がすごくね、大切にされてきました。ちなみになんだけど、すごく美しいとね、可愛いってあるんだけど、そう、美しいは、やっぱり何かに対する、なんていうのかな、
評価なのね。その他のものと比べてすごく美しいとか、まあなんていうのかな、すごく尖ってるイメージがあるかな。いい意味でも悪い意味でも美しいっていうと、すごくなんていうかな、あの山は美しいとか、その女優さんは美しいとかっていうと、ちょっとね、凛とした雰囲気というか、そう、なんか可愛いってもっと距離感が近いんだけど、美しいっていうと少し距離がね、離れる感じがある。私の中では。そう。なんでかわからないけどね。だからまあ、例えば好きな女の子がいた時に、あなたは美しいですってまあみんな言いがちなんだけど、まあ、美しいより可愛いの方がちょっと気軽に受け取れる感じがある。そう。なんか、美しいって言うとなんかもう本当に、なんだろうね。なんか映画の中でさ、そなたは美しいみたいな感じイメージね。私なんか人生の中で男性から、まあなんだろう、真剣な感じで美しいって言われたことはないかな。そう、だから基本的に、まあ可愛いの方が結構使いやすい言葉かなって思います。話脱線しちゃったんだけどね。はい。ということで、第10位発表します。なるほど。これは日本語のリアクションのね、もはや王様と言っても過言ではないんですけど、まあ意味としては I see とか、まあ that makes sense とか、そんな感じなんだけど、ただ外国人の人が言うと、ちょっと大人っぽくて面白いです。はい。で、なるほどは本当にね、ニュートラルな言葉で、まあ肯定もせず否定もしないっていう感じだから、すごくおすすめかな。そう。ちょっとね、ここで休憩タイムということで、少しお話ししたいんですけど、私が逆にね、海外の人が使ってちょっと可愛くないかもって思う英語のリアクションが一つだけあります。もしもね、今までそれをやっちゃってた人は、私はその文化に対する理解があるから大丈夫なんだけど、もしかしたら次から日本人に対して使わない方がいいかもしれないというね、言葉になっています。それは、ですね。そう。なんか、日本語で、ってちょっと嫌な言い方なのね。海外だと、ってそんなに嫌な言い方じゃないと思うんだけど、日本でその鼻を鳴らすっていうのかな、っていう、とかって、っていうのは、はかなそんな感じそう。これってなんか相手に対して、って感じなのね。なんか、何言ってんのみたいな。そういう雰囲気なのね。海外では純粋な疑問として、って聞いてるかもしれないんだけど、私たち日本人にとっては、この人、なんかすごい私の話否定してるのかなとか、急に機嫌が悪くなったのかなって思っちゃうの。そう。だからこのについては皆さん気をつけてください。日本人に対しては使わないようにした方がいいかもしれませんね。はい。で、次、ランキング戻りましょう。そして第9位、ちょっとです。日本語のね、ちょっとってね、とっても不思議な言葉かなって思うんだけど、まあ意味は少しのとかね、まあ、あとはね、遠回しののとか、まあいろいろあるんだけど、まあ、海外の方がちょっとって言うと、まあ日本人は少し面白く感じるかなって思います。はい。そして第8位、バカ外人です。これはね、普通の日本語ではないんですけど、日本のインターネットでよく見るスラングで、まあ、バカっていうのはスチューピッドで、外人はフォーリナーなんだけど、まあ、外国人がね、日本の文化を知らずに、変なことをしてしまうときにネットで使われている言葉だったんだけど、まあ、例えば、まあ、神社の鳥居に登るとか、お寺で大声で騒ぐとかね。まあ、こういう時にね、結構バカ外人っていう言葉が使われることがあるんだけど、まあ、もちろんこれはね、少し皮肉だったりとか、冗談で使われている言葉なんだけど、もし仮に外国人の皆さんが自分自身に対して、私はバカ外人です。日本語わかりませんって言ったら、もうちょっと日本人はね、笑っちゃうかなって思いますね。なんか一気にそれだけで距離感が近づくというか、この人怖い人じゃないんだなとか、まあなんか日本語を勉強しようと思ってくれてるんだなとか、日本が好きなんだなっていうのがすごく伝わるので、面白い言葉だと思います。もちろんね、全員に使ってほしいっていうわけではないんだけど、
なんか私の周りの人で、これを使ってすごいね、店員さんとか、日本人がね、優しくしてくれましたっていうね、コメントをもらったことがあったので、ちょっと日本人と仲良くなりたい人は、この言葉を覚えておくといいことがあるかもしれません。はい。そして第7位。すみません。日本ではね、とても便利な言葉ですね。すでに何回もこのチャンネルでも説明したかもしれないんですけど、意味は、すいません、ごめんなさい、excuse me などいろいろありますが、外国人の方がすいませんって言うとね、とても丁寧に聞こえますし、ちょっと可愛いなって本当に思います。はい。次、第6位。いただきます。これは日本の食文化の言葉です。日本では食べる前にいただきます。そして食べた後にごちそうさまでしたと言います。海外の人がね、もういただきますっていう風に言うと、日本人はとっても嬉しくなります。はい。いただきますの意味としては、作ってくれた人、そしてね、食べ物に対して、いただきますっていう意味なんだけど、相手に感謝を伝える。そしてもちろん、命あるものをね、いただいているわけなので、そこに対して感謝をしてるっていう、そんな言葉になっています。面白いですね。はい。そして第5位。待って。例えば、さっきのね、ちょっとと一緒に使うと、ちょっと待ってという言葉ができるんですけど、これは、wait a second とか、そんな感じなんだけどね。ちょっと待ってっていう風に言うとね、ほんと可愛いなーっていう風に思うので、この言葉はよく使えるかなって思います。ちょっと待って。ちょっと待って。はい。そして第4位は、ダメ。ダメですね。はい。ちょっと外国人の人が言うとちょっと子供みたいで可愛いですね。ダメって聞くとかね、逆に。ダメっていうか、ダメって聞くとか。可愛いね。第3位は、乾杯です。日本では、チアーズじゃなくて、乾杯って言うんだけど、この乾杯をね、海外の人が知ってると、ちょっと可愛いなって思います。はい。なので、皆さんが日本の居酒屋にいた時とかにも、乾杯って言うとね、すごく、ちょっとね、周りの人がびっくりするかもしれませんね。はい。そして第2位は、です。日本語で一番使うリアクションかもしれないんですけど、ちょっとね、何か疑問に思ったりした時に、って言うとね、すごく自然で可愛いかなって思います。そして第1位はもちろん、お疲れ様です。これはね、英語に訳すのがとても難しい言葉なんですね。例えば、仕事の後、それこそ乾杯するときね、みんなお疲れ様、乾杯っていう風に言ったりとかね。友達に会ったとき、お疲れ様、バイトお疲れ様とか、いろんな場面で使うことができる言葉ですね。なので、外国人の皆さんが、お疲れ様ですと言うとね、日本人は、この人日本文化を理解してるなーっていう風に、とっても嬉しくなるかもしれません。はい。ということで、皆さんはこの中でいくつの日本語を知っていましたか？はい。取り上げたトピックはすごくシンプルで簡単な日本語でしたが、これらをね、場面に応じてちゃんと使えれば、日本人はね、やっぱりすごくね、親しみを感じてくれやすくなると思うので、ぜひね、実際に使ってみてほしいですね。はい。そして、このチャンネルでは今後も日本語と日本文化に関する動画を発信していくので、皆さん何か取り上げてほしいトピックがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、今日も一日お疲れ様でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。